きまちゃんの裏科学講座。わー。はい、こんにちは。アナリティクスの解析から、ルプ主脳内のおじさんに刺さるキャラコンテにて選出され、同キャラで実際の声の人が配信してるけどそちらとは一切関係ない、中の人が喋らないタイプのフリー素材の野生の VTuber、めいめいひまりこと、きまちゃんですよ。このシリーズでは、巷でなんか話題になってるけど、間違ってたり信憑性が曖昧な科学関連の話題を取り扱っていきますよ。では早速今回のテーマに入っていきましょう。本日のびっくりドッキリ科学はこちら。MBTI 性格診断で自分を知って人生を成功に導こう。これは数年ほど前くらいからよく聞くようになりましたね。怪しい感じのスタートアップ企業とかがドヤ顔で解説しているのをよく見るような気がします。これは実際のとこどれだけ信憑性のある話なのでしょうか？細かく分析してみていきましょう。1920年代頃、スイスの心理学者、カール・ユングという人がこんなことを考えました。わあ、精神病患者の人ってなんでこんなガチでヤバい感じになってまうんや。同じ物事に対する反応は人それぞれに違うが、精神病患者ともなると全く理解できん反応になる。人間の心ちゅうのはほんま不思議なことだらけやな。ふむふむ、なるほど。人間には自分自身が自覚しとる表面的な真理の他に、自覚してないがその働きに影響を及ぼしとる深層心理ちゅうのがあって、表面的な真理には状態状況によっていろいろバリエーションがあるが、それはこの深層心理によってある程度方向づけがされとると考えられると、これは実際の臨床で見とっても納得や。確かに精神病患者の人は理解できん反応をするし、その内容も人それぞれではあるんやが、そこにはある程度決まった法則性があるように思える。そんで、普通の人も根っこは同じで、それが異常と感じるほどのレベルにまで達することを精神病とアイラが定義しとると考えられるな。これを細かく分析して分類したら、人の心の全体像が見えてくるんやないやろか。ふむ、いくつかの単語を用意してその単語から被験者に自由に連想してもらって、その応答にかかる時間とその内容を記録する実験をしてみたところ、統計的に平均的な応答パターンと特殊な応答パターンが存在することがわかるな。これはつまり、本人も自覚していない複合的な感情相対に対して、ある特定の単語が強い刺激になっとるいうことやと考えられる。要するに、これが深層心理の一面的な形態やと結論付けられるな。これがブロイラー先生の言うとったコンプレックスの具体的な姿やと言える。そして、誰もがこのコンプレックスをいくつも持っとる。それにはその人固有のもんもあるが、ある程度領域によって共通するもんもある。例えば男なら、理想の女性像や強さとか名誉への渇望がそれや。こういう共通するある領域において普遍的に存在するコンプレックスのことを集合的無意識と名付けるで。つまり人の無意識ちゅうのは、先天的な特徴から発生するこの集合的無意識と、その人個人特有の経験から発生する個人的無意識いう二つの階層があるわけや。よし、ここからその人の深層心理の特徴、つまり性格の根っこのようなもんを分類してみよう。まず、自が言うのはその関心を自己の置かれている環境である外側の世界に向けることと、自己が認識している心という内側の世界に向けるという二つの作用がある。さらにこれは、合理的な機能と非合理的な機能に分類できる。そして、合理的機能には思考と感情の二つの形態、非合理的機能には感覚と直感の二つの形態が当てはめられる。つまり性格の類型としては、外向内向と思考感情感覚直感をかけた8分類があり、これらがどんな割合でその人に内在しとるかいうのが個人の性格に起因しとるんや。こちらのユングさんの解説は後ほどするとして、今回はここからまだ続きがあります。時代は少し進んで1960年代頃、アメリカのミステリー小説家、
キャサリン・ブリックスと、その娘の同じくミステリー小説家のイザベル・マイヤーズという親子がこんなことを考えました。ねえねえママ、心理学って面白いわね。そうね。小説の人物設定を考えるのにとても参考になるわ。私ユングって人の心理学の本を読んだんだけど、これってすごいのよ。これに当てはめると大体その人の性格が見抜けちゃうの。まあ、すごいのね。あれ。でもちょっと待って。このユングって人心理学者としては有名なんだけど、この性格類型についてはあんまり世の中に広まってないわ。言われてみればそうね。心理学のなんか小難しい話なんかよりこっちの方が面白いのにね。そうよね。男の人ってなんか難しい方にばっかりものを考えちゃうのよね。あ、ママひらめいちゃったわ。これを応用して私たちはもっと面白い性格診断として世の中に広めましょうよ。ホラタレット占いとか今流行ってるでしょ。もしかしたら受けるかもしれないわよ。ナイスアイデアよママ。それじゃあ丸パクリだと私たちの成果にならないから、私たちの女性としての鋭い感性でこの類型をさらに発展させちゃいましょうよ。できたわ。ユングさんの言ってる細かい部分についてはなんだかよくわからないから、思考感情感覚直感の部分を私たち女性の鋭い感性でさらに2分割したわ。やったわね。これで元の8種類からさらに2倍に増えて16種類ね。実証なんかしなくてもこれで間違いなくその人の性格を測り尽くせるはずよ。私たちはユングさんを超えたわ。私たち2人の名前から取ってマイヤーズ・ブリックスタイプ指標と名付けましょう。さあ出版よ。女性の私たちが世界を変えるのよ。うふふ、ノーベル賞受賞とかなったらどうしよう。がっぽり。ユングさんは幼少期より人間の心の内面に関して興味を持っており、大学で心理学を学んでから精神科医としての仕事もしていく中で、心の働きとして人間の行動を決定づける深層心理という概念に強い関心を持ちました。そしてこれについて研究をしていく中で、それまでに提唱はされてはいたものの、客観性のある定義づけがなされていなかったコンプレックスという概念について、統計学的なアプローチでそれを可能にすることに成功し、分析心理学という分野を確立しました。ユングさんはこの考えを応用して、性格類型と呼ばれる深層心理の方向性の分類を行ったりもしました。これを導いた理論は、現代科学の観点から見ると科学的検証に頼るものとは言えませんが、認知神経科学のように神経科学と心理学を結びつける知見に乏しかった当時、心の働きを知ろうという意図のアプローチとしては非常に画期的なもので、その後の心理学の発展に大きく寄与した重要な仕事と言えます。それからしばらくして、このユングさんの代表著書に感銘を受けた、実の母子関係であるキャサリンさんとイザベルさんは、ユングさんの性格類型をもとに、興味関心の方向、物事の捉え方、判断の仕方、外界への接し方、という4つの概念を新たに加え、ユングさんの性格類型を独自解釈で再分類しました。そしてこの分類を、ユングさんの合理的機能と非合理的機能に再配置し直し、この中で競合する特性はどちらかに偏るものとした上で、4つの特性を掛け合わせたものがその人の性格タイプであると結論付け、これにマイヤーズ・ブリックスタイプ指標と名付け、著書にして出版しました。この著書はアメリカ社会で一時ムーブメントを引き起こして英語圏を中心に拡大していき、専門の学会のようなものも創設される運びとなりました。それでは、この MBTI の科学的な信憑性について分析していきましょう。もうほとんどの方はお察しのことだと思いますが、これの科学的信憑性は全くありません。科学では、実証性、再現性、客観性の3要素が基本要項となっています。このうち、まず客観性においては完全に欠落しています。MBTI は独自解釈での性格の分類の出発点として、先ほど説明した4つの概念について、競合する特性同士ではどちらかが優位になるという理論になっています。これは、統計学的には正規分布ではなく二分性分布のモデルになるということになるのですが、心理学において外交性、
来校性という観点のみで統計を取ると、正規分布のモデルになることがわかっています。これはつまり、客観的に見てその理論が合っているかもしれないとする、何かしらの論理的取っかかりすら見当たらないということになります。それでは実証性と再現性についてはどうでしょうか？ MBTI の学会のようなところでは、一応論文が交わされているようです。ここでは、虚偽の発言をしないなどといった厳格な審査を通った人のみをデータとして用い、そのデータで統計を取ると、MBTI の表す特性と実際の特性には相関が見られる、といったような研究成果が多く報告されているようです。これによってバイアスを排除していると主張しているようですが、問題はそれ以前の段階にあります。先ほども言った通り MBTI の理論には、その大元の分類手法が示すであろう統計モデルに矛盾が存在し、根拠性が全くありません。これはつまり、初期条件となる分類の時点でしっかりと分類がされておらず、同じ要素について複数の項目にただ分けているだけという可能性が高くなります。このことを踏まえると、たとえ本当に真摯な研究で結果の妥当性がデータ的に検出されたとしても、それはバーナム効果によるものだという指摘を覆すことが不可能になります。バーナム効果とは、誰にでも当てはまるような性格特性を、特定条件を揃えることによってさも対象固有の特性であると錯覚する、あるいはさせることです。これの代表的なものに、血液型性格診断や占星術などの占いがあります。例えば、ベンヘラちゃんが DV 彼氏と一緒に何かしら高名な性格診断を受けたとします。そこで、彼氏は優しい人だと診断をされたとすると、ベンヘラちゃんは今現在もなんだかんだ付き合っている関係上、彼氏の特定の行動の記憶の断片から優しさを見出したり無理やりそう解釈したりして、最終的に彼氏の本質は優しい人であるとの結論を出したりしてしまう可能性があります。そしてさらなる泥沼に突入していきます。反対に、DV 彼氏自身も自分は優しい人間なんだと思い込み、普段している DV は愛情からのものだという結論を出したりしてしまう可能性もあります。そしてさらなる泥沼に突入していきます。優しいという性格特性は定量的に表せるものではなく、解釈によります。そのため、誰にでも当てはまる部分が出てくる可能性のある特性となります。そんな要素を示したところで、その手法が本当にその人固有の特性を同定したとは言えません。藤井聡太だって忘れ物をすることはあるでしょうし、井上尚弥だって泣きたい夜もあるでしょう。感情が薄いと言われている人が、3日3晩泣きわめく感触を起こすということもあるでしょう。そんな誰でもあるであろう要素を普遍的な性格とすることは完全に間違いです。そんなわけで、MBTI は実証性と再現性の部分においても重大な疑義が発生します。これは、まごうことなく疑似科学であると言えます。そんなわけで、結論として MBTI はデタラメということになるのですが、社会的に全く有用性がなく排除するべきとは言えない側面もあります。MBTI 関連の宣伝文句を見てみると、自分を知ることでそれを生活に生かそう的な文言がよく見受けられます。先ほどの論述の通り、MBTI で真に自分の性格型を知るということはできません。ですが、それによって生活態度を改善しようというマインドの一点においては良いことと言えます。例えば、大人が人前で強い感情をあらわにすることは本人的にリスクが伴い、周囲にも迷惑がかかります。市役所の窓口やコンビニレジでキレる人、煽り運転をする人なんかがたまにいますね。そういった人については精神病理的に盲導しようもない人もいるとは思いますが、何にでもグラデーションや境界領域というものはあるので、そういった人たち以上の領域の人にとっては、大きな経済的負担をかけるとかでもなければ利用自体は悪くはないと考えられます。前述の通り、MBTI は万人に共通する特性をただ独自解釈で分けているだけの指標と言えます。ということは逆に、それにより改善すべき態度というのもある程度共通してくるということになります。ある共通の事項においてどんな行動が良くてどんな行動が悪いかというのは、社会的なルールが行動規範となる人間社会においてはある程度決まっています。なので、固有の特性を見据えてのクリティカルな生活改善には遠く及ばなくても、相対としての改善効果としては微弱な性の相関を示す可能性は十分考えられます。まあ、
それならお坊さんの説教でも、血液型性格診断でも、インフルエンサーの綺麗事ツイートでも何でもいいわけですが、決定的に害悪であるとは言えない以上、娯楽や一般サービスとしてはあっていいのかなと思います。ただし、科学的に効果が証明されているなどと謳って偽りの情報でサービスを受けさせることは、本質的に詐欺と変わらない行為ですので、提供する側はこういうスタイルを取るのはやめましょう。また、アメリカではこの MBTI やその亜種を企業の人事採用に導入していることが結構あるようで、近年日本でも同様な流れがあるようですが、大規模事業であるほど、人事採用計画の全体的効果が見えてくるのは時間が経ってからになります。曖昧な指標を盲信して取り返しのつかない損失を負わないように十分注意してください。というか、自社の社員を自社でしっかり教育するというマインドを忘れないようにしてください。企業がアメリカのようになれば、社会もアメリカのようになっていきます。銃社会であることを抜きにしても、あんなディストピアになってしまっては、多くの場合、結局自分の首を絞めることになります。あなたとあなたの家族が今後も強者で居続けられる確率を雑にでもいいので計算してみてください。今回の参考文献は概要欄に適当に貼っておきます。暇な人は見ておいてください。なお、この話はネタとして一般会話で使用されることは十分によく考えられますが、趣味やネタ程度でたしなんでいる人に向かってあまり強い感じで指摘すると、やべえやつ認定されてそのコミュニティで孤立する恐れがあるため、用法用量を守って正しくお使いください。それでは今回はこれでお別れです。チャンネル登録するかどうかはお任せしますが、できればもう一本別の動画を見ていって、いや、やっぱり登録してくださいお願いします。あといいねと、俳句とかいう機能がついたみたいなのでそちらもよろしく。あと、学校や職場の友達同僚、親兄弟親戚、近所のおじさんおばさん、出会った知らない人に宣伝しておいてください。